CATX-1/3 ハイペリオンガンダム。地球連合に所属するユーラシア連邦がアクタヨン・インダストリー社と共同で独自に開発した試作型モビルスーツがこのハイペリオンガンダムである。大西洋連邦が中心となって開発していた GATX シリーズに対抗するべく、ユーラシア連邦が中心となって開発された本機は、地球連合軍ザフト双方と取引していたアクタヨン・インダストリー社の技術力と GATX シリーズのデータを流用することで開発された、いわゆるザフトと連合軍の技術を掛け合わせたハイブリッドモビルスーツであり、様々な特殊機能を盛り込んだ独創性の高いガンダムとして誕生している。まずはハイペリオンの機体解説とバリエーション機の解説を行い、後半はガンダムエボリューションに参戦しているハイペリオンのキル集動画を配信します。ぜひぜひ最後までご視聴ください。ハイペリオンはなぜ開発されたのか。ハイペリオンが開発された経緯は、地球連合軍に属する大西洋連邦とユーラシア連邦の対立関係が大きく関係している。両者の対立関係が悪化した要因は、ザフトが敢行した強襲作戦、オペレーションスピットブレイクを発端としている。ザフトは、地球連合軍の宇宙港パナマ基地を攻略するという作戦、オペレーションスピットブレイクを画策。しかし、パナマ基地攻略というのは表向きのもので、実際には地球連合軍最高司令部が存在するアラスカ基地を強襲することが真の目的であった。オペレーションスピットブレイクが発動されると、パナマ攻撃のために集結していたザフト全軍は、その進路をアラスカ・ジョシュアへと変更。圧倒的な物量でアラスカ基地を強襲したザフトは、地球連合軍の防衛線を次々と突破し、やすやすと基地制圧を成功させる。ところが、オペレーションスピットブレイクの全容は、ラウル・クルーゼとムルタージュラエルが極秘裏に通じる形で、大西洋連邦所属のウィリアム・サザーランド大佐をはじめとする上層部にリークされており、ザフト軍を基地中心部へ誘い出すと、あらかじめアラスカ基地近部に設置されていた大量破壊戦略兵器、サイクロプスが起動。地球連合軍の裏をかいたつもりでいたザフトであったが、このサイクロプスによって投入した部隊の8割を失ってしまう。この時、アラスカ基地の地球連合軍防衛部隊には、サイクロプスの存在は知らされておらず、ザフト軍と共に壊滅。そのほとんどが、大西洋連邦とは、性的にあたるユーラシア連邦軍や、アークエンジェルのように大西洋連邦所属でありながら、不要な邪魔者として切り捨てられた部隊で占められていた。この戦力喪失を契機に、ユーラシア連邦は、連合軍内での権威を喪失。以降、ブルーコスモスが主導権を得た大西洋連邦との対立関係は悪化し、両者の間に大きな溝が生じることになる。ユーラシア連邦としては、対ザフト戦後も国力を維持する必要があったことから、強力なモビルスーツの保有や軍備増強が最重要事項とされ、太平洋連邦に対抗するための部隊、特務部隊 X の設立に加えて、新型のモビルスーツ、ハイペリオンガンダムの開発が行われることになる。ハイペリオンの運用テストは、特務部隊 X が宇宙要塞アルテミス内で行い、パイロットには同部隊のリーダーであり、キラヤマトの失敗作であるカナード・パルスが務めた。しかし、コズミックイラ71末期、大西洋連邦がニュートロンジャマーキャンセラーのデータを入手したことで状況は一変する。この出来事によって、ユーラシア連邦は大西洋連邦との対立関係を解消し、ガガーシリーズなどの主力モビルスーツの提供を受け、融和路線へと移行したことで特務部隊 X は解散。ハイペリオンは3機のみ建造されただけで開発計画は凍結されてしまう。ハイペリオンの機体性能。ハイペリオン最大の特徴は、モノフェーズ高波防御シールドアルミューレルミエールを搭載している点にある。これは宇宙要塞アルテミスの高波防御体アルテミスの傘を発展させた装備で、機体各部計7機の発生機から360度全方位にバリアを展開可能となる。バリア展開時には外部からの攻撃を遮断し、内部からは攻撃が可能という攻防一体の装備となっており、アルミューレルミエールの圧倒的な防御力を生かしつつ、敵陣に短期で突入し、陣形を乱したところを後続機が殲滅するという戦術が想定されている。ただし、欠点も存在しており、防御フィールドの形成には莫大なエネルギーを消費してしまうため、全方位防御時には約5分程度の稼働しかできず、通常時は
湾部などの一部分に展開し、エネルギー消費を抑えるという運用方法をとる。他の武装に関しては RFW-9 ビームサブマシンガン、ザスタガスピグマトをメインベトンに、ロムテクニカ RBW タイプ7001と呼ばれるビームナイフ、バックパックのウィングバインダー先端に計2機内蔵されているビームキャノン、フォルファントリーを装備。いずれも本体からの電力やエネルギー供給に頼らないパワーセル方式が採用されている。後にニュートロンジャマーキャンセラー併設型核融合炉を本機に搭載させたスーパーハイペリオンガンダムでは、常時全方位にエネルギーフィールドを展開可能となったため、この欠点が解消されている。ハイペリオンのバリエーション機。前述の通り、ハイペリオンは開発元であり、ユーラシア連邦の政治情勢の変化によって試作型3機が建造されたのみで、計画は凍結されている。1号機はカナードパルスの蒸気として運用されるが、他の2機は別のパイロットを迎え実戦に投入されることになる。 CAT-1X2/3 ハイペリオンガンダム2号機。特務部隊 X に所属し、アルテミスの表しの異名を持つバルサムアーレンドの搭乗機となった機体。カラーリングは青とグレーを基調としており、左肩にはシミュレーションでの撃墜スコアがマーキングされている。カナードが1号機を奪取し、特務部隊 X から離反した際に、その追撃任務のため実戦に投入される。しかし、アルミューレ・リュミエールの絶対的な防御力に頼りすぎたため、その隙を突かれ、コクピットごと貫かれる形で撃破されてしまう。CAT-1X3/3 ハイペリオンガンダム3号機。1号機と2号機が大破し、唯一ユーラシア連邦に残されたハイペリオンガンダムであったが、ジェラード・ガルシアが1号機の強奪と月面基地プトレマイオス基地襲撃事件の責任を村雲街になすりつけるために画策し、この3号機が投入される。結果的に大破してしまい、その後修復された本機は反ユーラシア連邦運動で名を馳せたユーラシアの英雄イワン・ザンボワーズの蒸気として運用されるが、再び撃破されてしまう。CAT-1X-G1/12 ハイペリオン G。 ユーラシア連邦によるハイペリオン開発計画は凍結されてしまったが、共同開発を行っていたアクタイオン・インダストリー社はハイペリオンにかけた開発投資コストの回収を目論んでいた。これを受けた地球連合軍は地上戦に特化した陸戦型モビルスーツの開発を承認。同機の基本フレームを流用した陸戦機ハイペリオン G が誕生することになる。ハイペリオンの再設計機である本機は原型機よりも大幅な仕様変更が施されている。頭部は機関砲を搭載したダガー系のものに変更され、アルミューレ・リュミエール8世機は7機から1機に減少し、コストダウン化が図られている。これによって防御力は低下したものの、ハイペリオンの問題点でもあった莫大なエネルギー消費という点は改善され、機体稼働時間が大幅に向上。これらの仕様変更によって少数機ではあるが量産化され、地上の反乱軍ゲリラ部隊の鎮圧や傭兵部隊への提供などが行われた。その中には傭兵部隊サーペントテールのリーダー村雲街に与えられた機体もあり、ダークブルーに塗装された CAT-1X-G2/12 ハイペリオン G 村雲街機として反乱軍ゲリラの鎮圧と事態収集のため投入されている。以上がハイペリオンガンダムの機体解説となります。ここからはガンダムエボリューションに参戦しているハイペリオンのキル集動画をご覧ください。成功しました。これを使ってみます。了解。撃墜を確認し、エリアの支配をレストアレ。リカバリーします。少しだけ待っててください。こちらの位置。
できたのです。非常シーケンスの進化。敵が破壊している対処をしています。これはどうですか。シールドも違いない。これを使っています。こちらの位置を捕捉されたようです。非常シーケンスの進行中。破壊兵器を攻撃したの。敵活動機を撃破しました。こういうものもある。敵機を撃墜した。目標へ制これ以上持たない。支援をすまない。敵に位置を捕捉されたようだ。敵飛行タイプを撃破した。敵機撃墜。こういうものもある。Gマニューバ使用可能だ。行くぞみんな。来るぞ。警戒しろ。何？割り込まれたのか。これでどうだ。敵機を撃墜した。味方機撃破されました。出撃するぞ。了解。こちらもすまない。敵に位置を捕捉されたようだ。敵飛行タイプを撃破した。これはどうだ。位置を捕捉された。敵飛行タイプを撃破した。移動シーケンスが進行中です。味方機どうします。破壊兵器を排除します。これは勝った。こういうものもある。敵機撃墜。こういうものもある。すまない。敵に位置を捕捉されたようだ。敵撃墜。ブラーブ。ここだぞ。敵機発見。敵機を発見した。いい感じだ。警戒しろ。破壊兵器を排除しようとしています。いい感じだ。今度こそ敵が破壊兵器を排除しようとする目標に残り時間10秒。5、4、3、1。エクストラタイムです。これはどうだ。敵に位置を捕捉されたようだ。敵機を撃墜した。こういうものもある。敵スナイパーを撃破した。こういうものもある。こういうものもある。敵の飛行タイプをすまない。敵に位置を捕捉されたようだ。敵スナイパーを撃破した。これ以上持たんか。実験はどうだ。お見事。3連続撃破です。
当然だな。位置を予測する。敵機撃墜。8と味方が目標 B を制圧している。エリア制圧した。支援します。支援。エリアの力敵と争う。どうだ。敵と争う。来るぞ。警戒しろ。敵機を撃墜した。そうだ。敵機撃墜。まさに絶好調だな。これでどうだ。いい感じだ。お前エリア制圧した。よいしょボタンか。状況は順調に推移。各戦線を維持します。制圧完了まであとわずか。いつでもしてくれ。今にはいけるぞ。敵さんを見つけたぞ。敵機撃墜。撃墜を確こういうものもある。支援する。認。足先に目標地点を制圧されています。位置を予測された。ここだぞ。玉切れだ。リロードする。これはどうだ。すまない。敵に位置を予測されたようだ。アンチケージマニューバーを使われた。現場を行っている。はい。敵者確認だ。取られた。敵スナイパーを撃破した。敵機を撃墜した。いいマニューバー発動。敵機撃墜。敵スナイパー機撃破だ。タッキースクランブル。鋭か。大丈夫。こういうものもある。敵機撃墜。ロックこれはどうだ。スラーナイこういうものもある。移動シーケンスが実装中。すまない。敵に位置を予測されたようだ。目標 B に破壊機が設置されました。敵の活動画像を発見した。作戦終了まであと3分。敵機を撃墜した。移動シーケンスが実装中。こういうものもある。4連続。素晴らしい成果です。こういうものもある。敵の活動型ができたよ。撃墜スコアの更新を確認しました。敵の格闘タイプを撃破した。こ敵が現れた。れはどうだ。状況は整ったようだ。すまない。敵に位置を捕捉されたようだ。いい感じだ。撃墜スコアの更新を確認しました。こういうものもある。クラーナそれだと敵機を撃墜した。敵の格闘タイプを撃破した。敵機を撃墜した。2機目撃墜。やりますね。調達中です。敵スナイパーを撃破した。エリアを支配。作戦時間残り30秒。マニューバー発動。速やかに攻撃を排除します。エリア敵とはすまない。敵に位置を捕捉されたようだ。残り時間10秒。
エクストラタイムです。作戦終了します。よくお願いします。勝利です。